おばあちゃんになりたいです。旦那とイチャイチャして。浮気不倫をしたら一生隠しておいてほしいは正直に。人生でお金をかけるべきこと。そうそう。イエーイ。イエーイ。こんばんは。こんばんは。今日も第2回3人で語りトークイエーイお泊まりイエーイ。ちょっとぶりっこしてる。今日ぶりっ子だから。テーマだから。はい、ということでみちちゃんとてるまちゃんに来てもらって、ごめんねプライベートの旅行でどうぞ。これ結構楽しみなんですよ。みんなからねこうお題をいただいたので、一人1個ピックして2周して終わろう。オッケー。もっと100周ぐらいしたい。ずっと朝まで。朝までやばい。ということで皆さんありがとうございます。テーマの共有。ありがとうございます。これさ話の企画以外にもなんかこういうのをやってほしいみたいなのも来ちゃってるから、それもなんかやりたくない？なんかね超多かったのがお互いの持ってる洋服でコーディネートみたいな。それめっちゃいい。しかもさ私がさよく行ってるその島の美容師さんがめっちゃ YouTube 見てくれてんだけど、その島の美容師さんもそれを言ってくれてたけど、サイズ違えって2人でやれば。サイズ違うんだわ。結構ダボダボ持ってるから。ダボダボ持ってる。ベンツだから。ベンツ結構持ってるから。それいつかやりたい。ベンツ扱いも違う。ちょっとディスってた。ダボダボ持ってるから。よくよくベンツしてよ。身長がね、私たちの優しい。10センチぐらい違うから。優しい。身長違うからね。あとカバンの中身も結構来てたんだけど、じゃあみちちゃんから今一番下まで来たからもう適当に。 OK です。 OK。ゆっくり選んで。ちょっと待って。あとなんか企画やりたいな。企画したい。今度それの会議もしましょう。優しいね。でもちなみにですねみちちゃんのチャンネルでは今回私たちこの後シール交換します。シール交換。その動画いつアップするかはわかりません。来年かも。待って、すぐ上がるから。流行ったよねボンドロー。あれなんか上がってるかしら。ね、なんか結構なんか深いな。例えば3人の美学を教えてくださいとか。でも何美学？アップする？結構わかんないと思う美学。みんなで一回ピックしません？ちょっと。ただ喋ってる動画。いい？タコパ。かわいい。タコパしたい死ぬな。までにやりたいこととかさ、めっちゃ話それていく。人生でお金をかけるべきこと、かけなくても生きていけることいいね。結構好き。結構いい。人生でお金をかけるべきこと、かけなくても生きていけること。かけるべきことは経験。もう一緒。友達との時間。旅。その思い出になるものにお金をかけるべきかな。ここに物質として残らないものに一番お金かけるべきだよね。逆に残るものはかける必要がない。ものは流行とかしたり流行りさ、やっぱりさ死んだ時に持っていけないものじゃん、死ぬ時に。ってなると思い出とか。そうなんだよね。わかる。だからなんか貯金しなきゃとかも思うじゃん。それももちろん大事なんだけど、貯金して使う理由をこれをやりたいから稼ぐの方がいいと思う。なんかわかる。そうだね。この旅行に行くからただ貯金をするとかじゃなくて、ここ行きたいために稼ぐで行くみたいなのがなんかすごいいいなと思った。から20代とか30代とかやっぱ体がこう動く時にいろんなとこに行った方がいい気がする。私も本当に最初に行った LA の旅行全財産握りしめていった。そうなんだ。そうなんです。いつ？18ぐらい。かわいい。かわいい。でも私もそうだったの。大学の時はその日暮らしって感じで旅行を予約してバイト詰め込みまくって掛け持ちとかしてそのお金を作って行ってまたゼロになって旅行を予約してバイトしてみたいなそう感じだったから。絶対それがなんかいいと思う。でどっかのタイミングでさ仕事も頑張るよねじゃん。そのやりたい仕事が明確に見えて、そのために頑張ってるじゃん。そうだね。だからなんかまだ何も見えてない時とか、なんか何でもできる時って何でもした方がいいなって思っちゃう。好きなことにはとことん使い込んでいいと思う。なんか本当にじゃあ人から見たらあんまり意味がないこと、例えばじゃあアイドルの追っかけとかでそのアイドルに興味ない人だったらあんまり意味がないかもしれないけど、やっぱその時にしかできないことだったりするから、私は別に理解されなくても
で突き詰めていけばさ、じゃあじゃあ芸能関係の仕事に就くだったり、私たちだったら今あれだけつぎ込んでた旅行が仕事にもつながってきてるとか、なんか無駄なことってないのかな、経験においてって思える。結構多いのが韓国アイドルの追っかけしてる友達たちは、韓国語ができる、話せるようになってる子めっちゃいるし、とかもう向こうで仕事してるとかも結構いたりするから、全て無駄じゃない、無駄じゃないな。つながるよね。何かにはつながるよね。だから好きを突き詰めて、そこに惜しみなくお金をかけていいなって思います。あとなんかさ、やりたいことが明確にあって時間がないってめっちゃ言い訳だと思ってて、ちょっと厳しい話になるけど、時間は作れるの。なんか結局自分の現状を崩したくなくて時間を作れないようにしちゃってるから、時間って正直作れるじゃん。まあもしかしたら親の介護があるとかさ、なんかそういうことはまた話は別だけど、仕事が理由ででも時間ないからそんなことできないとか言うのって、仕事って正直別に簡単な話やめて時間を作って転職すればいいとかさ、だからやりたいことがあることの方が圧倒的に超恵まれてるっていうかさ、やりたいことが分かんない今死んでいく人の方が絶対多いじゃん、世の中。だからなんかやりたいこと持ってる人は頑張ってほしいなって思う。分かる。なんか言い訳をしたくなることのほどやった方がいいよね。なんか分かる。なんかその怖いって思うことほどやった方がいいし、なんか言い訳つけたくなるぐらいなんかあーってなることほどやって、もしかして後悔するかもしれないけど、でも何かは得るじゃん、絶対。ネガティブじゃないっていうか、今後悔をしても長い目で見た時にそれって何かへの成功までの道のりでしかないから、まあそこだけで見るとちょっと遠回りだったなとか必要なかったなって思うこともあるかもしれないけど、プロセスだとしたら全然必要じゃないことはないから、できるだけ好きなことに時間やお金をかけてもいいかなって思います。意外と遠回りが近道だったりするからね。なんかあとまたちょっとかけなくても話それやすいから、やっぱありそうじゃん。話変わるけどになっちゃうんだけど、今のうちらのテーマ話変わるんだけど、あとはごめん戻るんだけど、ずっと行き来してる。一日中ね、ずっと会話が。いやなんか、やばい忘れちゃった。なんだったっけ？かけなくてもいい。かけなくてもいいよ。切れる人間関係は切った方がいい。私もそれって結構お金だけじゃなくて時間もかけなくて生きていけると思うから、20代はまだ正直もっと人と出会っていろんな人と触れ合って、なんか社会だったりとか人間をこう学んでいくのはいいと思うけど、30代入ったらマジで小さなコミュニティでいいし、別に広げてもいいんだけど、なんで私この人と会いたくもないのに会ってるんだろうって結構あるじゃん。すごい極端に言えばそれとかって本当に無駄な時間だし生産性もないし、もっとその時間を他に当てられるはずだから、なんか切れる人間関係は全然私は切っていいと思ってる。わかります。しかもなんて言うんだろう、その人となんかフェーズが今合わなくて、例えばじゃあその子がじゃあ受験で、でも私は社会人で時間が合いませんみたいな、でもお互いが社会人出た時に会ったらなんかご縁があればまた会うと思うんですよ。でもそこでもう二度と会うことがなかったらご縁がなかったっていうだけで、なんか別にそこに執着、やっぱ自分にどうしようもできない、その例えばタイミングのズレとか、そこに執着しちゃうとなんか持ってかれちゃうもんね。やっぱ自分じゃどうしようもできないことだから、一旦手放して戻ってくるんだったら戻ってくる。勝手にこっちが頑張らなくても。何もだから努力はする必要ないと思う、人間関係において。自分らしくいる時に自分の周りにいる人たちだけを大切にするべきだと思う。まあ仕事においてそれができないシチュエーションもあるとは思うけど、まあそれはそう、なんかその苦手だなって思う人となんかうまく付き合うのも一つの勉強だったりすするじゃん。ぶっちゃけなんか大人になるにつれて上手になってっちゃう。そうけど私が本当に言いたいのは直感を信じた方がいい。なんかいないなんか会った時にこの人って思って、けどなんかやっぱみんな根本はいい人だと思ったの私。わかるわかる。なんかがあって昔のトラウマとか何々があってなんかそうやって変な方向なんか合わなくなってる人もいるけど、けど根本いい人だと思ってて付き合うと、けどなんかどっかのタイミングでやっぱ最初の印象と合ってたみたいな、なんかないなんかたまにみたいな、最初からダメだったはずなのにみたいなのはたまにある。けど私もう今逆に最初でって思ったら、
最初だけで終わる。もう私はそれ以外2回目が今はねないかも。今はねけど10代20代ってあーそうだねやっぱなんか頑張りますよねみたいなさ寄り添う努力もしちゃうじゃん。どんな人でも自分と合うとか合わないとかあるから、いいとこばっかり広げなくてもいい。もう合わないは合わないで終わりでいいと思います。確かに自分をなんて言うんだろう、人生において自分を守ることを、自分が主人公、自分が第一にするっていうのを努力するべきだと思う。逆に自分を大切にするためにも時間もお金も意外とストレスフリーに生きれるんだよ。最高じゃない？なんかストレス切り抜かれるように。最高。切り抜かれるよ絶対。わかる。ストレス自分で作ってるよね。そうわざわざでももう本当に気合わないのに。確かに。ストレスは自分で作ってるってすごい名言だよね。ありがとう。アリサさん。しかも人の泥棒。逆にお金をかけなくていいもの。私は食だと思う。私も。おまけの感じした。なんか食って本当に上限天井がないんですよ。私はそんなになんかそこにもちろん興味ある人はかけ放題したらいいと思うけど、私は別に何でも美味しく感じるから舌がバカなタイプだから、そこにお金を割いてもったいないので、それは興味がある人に割いてもらって、私は別に自分が幸せに食べれば何でもいいっていう。わかる。なんかさ、友達のお祝いとかでいいとこご馳走したりとか、そういうのはやりたいし、やっぱなんか20代の時の方がより私食に興味がなくて、カフェ飯でよかったんだけど、30代入って美味しいものとかもやっぱりいいなって思うけど、なくていいって感じ。なんなら自炊、人の飯が一番うまいって感じじゃん。それを言おうとしたんだけど、なんか人の手作りが一番好き。そう、ほんとそう。やっぱりレストランのご飯って商業的なものじゃないですか。いくら美味しくてもこの人に届けたいって思って作ってないけど、母親とかのご飯って人の思いがこもってるわけじゃないですか。だから本当にそれこそ日本って言霊とかがあるように、本当に気持ちがこもってるご飯って人を一番元気にするらしいです。いやほんとそうだね。やっぱじゃあうちらの意見は完全一致だったね。お金をかけるべきことは経験で、かけなくても生きていけることは食。もっとありそう。かけなくていいことはあとなんだろう。なんか食もなんかメモリーのためにあとさ、食べるの早すぎてちゃんと味わえてないと思う。うまいけど。わかる。移動も結構無駄だなって思う。移動超無駄。なんでじゃあビジネス乗ってるんですか？違う、それがでもさ、移動って消えちゃうものじゃないですか。だからわかる。結構私は確かに自分の私生活の中だと下手したら移動に一番お金がかかってるから矛盾めちゃくちゃしてると思うけど、一番もったいないなって思いながら使ってます。めっちゃ意味はわかるけど、なんか飛行機とかも、だから私はビジネスにもし乗ったことない人は乗らない方がいいと思う。わかる。もちろんビジネスの方が快適だし、いいなんかクオリティの時間を過ごせるし、今は経済的にそれが払えるからやるけど、無駄だよねって思う。その分さ、じゃあさ、シャネルのバッグ買えるやんって話になるしさ、物に残るもの、金買ったりとかさ、できるしさ、同じお金使うならね。金はね、値も上がるから。あれしさ、息子にだってあげられるじゃん。けどなんか、それはわかる。言ってる意味はめっちゃわかる。一番、なんか今じゃあ自分がちょっと収入落ちて今の生活ができなくなった、どこから削るってなった時に私は食はそもそもそんなにかけてないので、多分移動から削り始めると思います。移動電車いっぱい乗ったり歩いたりとか、だってビジネスだって私寝てるし、じゃあホテルって私意味あると思うんですよ。確かに過ぎていくものだけど、思い出にもなるし、体験にもなるし、場所によってはインスピレーションにもあったりするんですよ。飛行機のビジネスってあんまりなくないですか？インスピレーション。確かに。マジで寝てるだけだから、結構移動はもったいないなって思いますけど、確かに私も結構お金を使う。あんたたち乗ってるでしょ？そうなんですよ。いや、私はマイルズの時は絶対エコノミー。マイルズがそうなの。私ね、思ったの。なんか旦那と旅行するときに、エコノミーの方がイチャイチャできる。そっち？イチャイチャできるって別にそういう何の次元ですか？違う。ね、一回黙って。新婚されましたよ。違う、そういうイチャイチャ。切り抜かれる。楽しいじゃんって。うるさい。違うの。だからそういうイチャイチャじゃないけど、こうやって普通に
なんかこうやってこの手すり上げてね。そうとかなんかビジネスだったらうちらもあるもんそう新婚旅行の時ビジネスでこれがあるから確かに新婚旅行だとなおさらそうれかもね。なんか別にもちろんビジネスでつながってる部屋とかもあるやつもあるしいいと思うんだけどターキッシュ添い寝だって。それでいけます。もっと一緒が高いね。そういうのじゃないからそんな飛行機の中でそういうことしないから私普通に本当に君たち本当にでもそれは私映画館の時に思いました。映画館のプレミアムシートってだからそうこの間見に行ったけどね。そうなんですよ。普通に寂しい個室マジで。この子で一緒に何言うか分かった。なんかウィキッド見に行ったのでなんかウィキッド私は前日にもう絶対その当日見たいと思ったから前日にそう取ったのチケットね、でまあプレミアムボックスにしようと思って、まあ私普通に LINE でてかボックスじゃなくていいよねって言ったの確か、そしたらボックスでも普通でもどっちでもって言ったらこれボックスがいい系だなと思ったの。そうだったね。マジでどっちでもよかった。なんか気使って言ってんだったらなんか本当にどっちでもいいからこっちは。そういうこと、まあボックスにしようと思ったの、なんかいいから、空いてるし、でボックスにしてでもうなんかまずポップコーンが別々なのね。普通さフェアで買わないそのなんかキャラメルと塩を分け分けして絶対譲らなかったよ。私は違う。2つジュースでやるじゃん。それに慣れてるからあいつが私はなんか醤油でみたいなこれでみたいな決まっててシェアじゃないんだみたいな。私もバター醤油。私もバター醤油だから。それはいいの。オッケー分かったじゃん。別にうちなんか食べきれなかったの。いつもなんかさ誰かとシェアするからさ。でそのウィキッド見てたんだけどなんかフィエロって出てくるの。男の人なんかかっこいいんだけどフィエロが出てきたなんかのシーンだけどあれさこうやってやってくるの。こっちボックス遠いね。そう遠いんだけどでなんだろうやばいねって言ってきて大きい声じゃない。いやそう大きい声とかちっちゃい声とか関係ないの。何がやばいのか分かんないしどこでそんなになんで刺さってんのかもちょっと分かんないシーンだった。いや分かんない。なんかやばいねまあポリポリ食べる何なのと思ってなんかフィエロがかましてくれたわけ。そうビエロがこれネタバレになっちゃうからあれなんだけど守ってくれた。そう守ってくれた。そうでそれでだから一人でみたいななんか結構リアクションをしててだけどもうそれがなんかボックスがもうわざわざなんかすっごいそれめっちゃツボでなんかねみたいな。マジ寂しいですよね。そうなのそうなの。クソ嫌です映画館は。そうだからなんかそのお金出してそのパーソナルスペースが好きな人はいいと思うけどでもなんかたまにでいいよね。いやほんとそう。てか一人映画とかだったらありだけど友達としてるんだったらマジ普通席がいいです。イチャイチャしたいじゃん。イチャイチャもしたいよね。そうです。でもアイスちゃんもそうだと思うけど、私飛行機に関しても一緒に行く人次第です。全然たまたまいつも一緒に行くのがアリスだからビジネスとかで行ってますけど、全然人によってはエコノミーで行きます。分かる。私もでも人次第って感じ。なんかマイルズは別にビジネスを例えば出せるとか、マイルもいっぱい持ってる人、出張多いじゃん、なのにで例えばじゃあ誰かの招待とかさ誰かが取ってくる親が取るとかさこの間の家族旅行とか、じゃあアリサ息子とビジネス乗るね俺別にエコノミーでいいからみたいな。いや一人でみんな大変だよみたいな感じで2人で乗ったけど、なんかもう本当にビジネスに乗るほどなんか無駄な金はないっていう思考だから、じゃあマイルさんとよくマジでもったいないとは思ってる。でもビジネスって抜け道はいっぱいあるじゃないですか。お金を払わずに乗る方法、そのマイルでだったりポイントでだったり、それで結構乗ってるから実際そんなにお金は出してないかも。けど仕事はビジネスがいいって思っちゃう。そのやっぱりそのなんかロケとかだと着いた日からもうメイクして仕事とかなるとちゃんとそこは休憩取りたいなって思うのは仕事のロケとかはビジネスがいいかな。けどプライベートはそんなに別に現地でもっと使えるお金が増えるからエコノミーでいいかな。確かにイチャイチャできるし。結果ねしてませんよ。あとじゃあ次の質問もう30分ぐらいしかない。やばい2周できないからもういい。
どんなおばあちゃんになりたいですか？これなんか面白くない？どんなおばあちゃん？ピンク、ダイヤモンド、ゴールド、クレジットカード。湯婆婆みたいなのつけたいよね。わかる。でっかいルビー、サファイア。この二人はきっと似てると思う。けどやっぱりなんか濃いリップつけてたい。おばあちゃんになっても。あとこれぐらいのサングラス。あと真っ白になりたいよね。わかるね。パリパリで紫にする。手いっぱいダイヤつける。だけどしかも自分で染める風呂場で。めっちゃ染まっちゃうんでしょ。顔と顔で紫色の。やっぱりマリパリだったからマニパリ、80歳のマニパリだからやっぱり。マリパリって子供たち自分でやってる。わかるよ。マリパリだよね。懐かしいよね。確かに。ずっと平成コアとか楽しんでる。そうだね。でもなんか顔がうん。シワのないおばあちゃんになりたくない。あ大きならやっぱりさ、うん韓国とかだとパンっていうさ、まあね、もうここもっこりみたいな。めっちゃしてるもんね。シワが欲しいな、おばあちゃんになった時。まあねタトゥー入れたいかも。かわいい。ちょっとなんかおばあちゃん用のタトゥーなんかわかんないけど、確かに。なんかもう緊言ったらそれはここに出ましたけど最初だけど超ねいいの。イメージして必要的にも。ゴーにまでいやだからなんかそのなんていうのなんかそのもう自分の体をなんていうの人に見せることって少なくけど私絶対ビキニ履きたいのおばあちゃんのかわいい。わかるなんかワンピースでもいいんだけどかわいいなんか普通に70とかになってもこうやって女の子たちだけであー最高。なんかハワイとか行ってしようね。なんか日焼けしてシミだらけして水着とか着てうんなんかもうそうマークテオとかなんか普通にこう普通にめっちゃ可愛いの倒れたらすぐ。マイサンプラス8-1カード。めっちゃ長いから。ね絶対入れようね家族写真とかも上手な本に。今番号変えないでね絶対それは絶対入れよう絶対入れる。けどなんか自分でいたいよね。おばあちゃんになってもさ、なんかいやうちのおばあちゃんとかいまだに毎日カラオケ行ってんの。そうスナックでなんか昼間にカラオケみたいな感じでお昼におばあちゃんたちが集まってるんだけど、もう93とかで毎日ボケてんだけどカラオケには毎日行ってだからすごい元気なのと思うんだけど、そういう自分時間はさなんか家にずっとやっといるとかじゃなくて、わかるそう自なん分時間かその時にできる趣味とかしたい、本当に本読んだりとか、うんもうやっぱワンピースを見始めちゃったりとか、なんかその今時間ないことに対してなんかやってみたいって思っちゃうし、あとなんか旦那とイチャイチャして一緒にイチャイチャしたいじゃん。なんか若い子怖い大きくなってるからいきなり怖いんだけど、なんか霊がつく感じで来るの怖い。なんか若いカップルとかよりもおじいちゃんおばあちゃんとかわかるヨレヨレであればヨレヨレであるそれと思うしで次のだから 2,3 世代下の若い子たちをインスパイアしたい。確かに結局ロールモデルなんだよそんなこと言うすごいインフルエンサーわかるなんでそんなそこまでは考えてないよポスト用の写真撮ります理由作って頑張りますだって自分たちも今見てさ、まああんなりたいとか思うじゃん、そういう存在になりたい。確かにね確かに若い世代に結婚っていいよとかだって、うんもっと結婚しなくなるだろうし、うん相手がいるっていいよって見せたいなって。
なんかさ今でもそうなんだけど面白い私もなんか例えばもう28だからスカートミニスカート履くのやめようかな着てとかたよ。いつまでミニスカート履きますか？なんかおばあちゃんいつでも履けるでしょ。なんか共通してるのがおばあちゃんになってもとかもう全部そうなんですけど、年齢を理由に諦めたくないなって思う。もう始めるには遅いよねとか。わかる。いやそれわかる。だってうちたまになんか1回だけ、もう私38で今年39なんだけど、ピンクってやばいかなって思った時期があったの。やばくないよ。けど私の髪の毛だしって思っちゃって。そうだよ。そう何ももう今気にしてないんだけど。自分の人生だから。けどさ、私本当に願いなんだけど、まあ言ったらこう結婚して旦那さんがいて、2人でもしかして子育てもできるかもしれないし、けどそう巣立るかもしれないじゃん、その子供が。でなったらまた2人の人生じゃん。マジで本当に先に行ってほしくない。わかる。わかる。マジでわかる。わかる。未だにめっちゃ今でも今から言ってる。ね、私もずっとそれでなんかたまに「あじゃあ後でね」とか言ってさ別れる時あるじゃん。なんか「どうしようこれが最後だったら」とか考えちゃったりするの。でもそれでなんか変に泣きそうになっちゃったりするの。だからでいつも話すのマジで先に行かないでねって、私が先だからねって言ったら「無理」って言って、絶対それでちょっと喧嘩になっちゃうの。なんかそのそれだけはマジで私も本当に無理だよね。だから私年上からのアプローチ全断りしてます。これ限らないからすいませんまず男性は平均寿命が女性より10年短くて、あなたはじゃあ年がじゃあ5個上だとしたら15年先に行く計算になるんです。ダメです。私があなたを好きになったら私が苦しいからそれは NG です。年上のアプローチまずはごめんなさい。知ることもしないですって言ってお答えさせていただいてます。マジでウケる。いやでも間違いない。なんか別にそれがあれだけど、いやわかる、めっちゃわかる。大丈夫かな。男性の皆さん。だそうです。男性の皆さん長生き頑張ってください。けどなんか長生きできそうじゃない？これからもっとなんか技術がなんかさ、なんかわかんないけどさ。けど長すぎても嫌じゃない人生。じゃあなんか程よくそう200歳まで生きれますって言われたら私ちょっといいやっていやなんか人間としてどの程度機能するかによるかもさ、200歳がマジ元気なまんまがいいな。だからそうなの。3、40代とかでわーってやって200歳ドドドドンって感じだったらあれだけど、80歳ぐらいをじわじわ200歳もだったら結構きついな、体力的に。あと周りの人次第かな。周りが全員いなくなって一人だけ生きてても本当そうだよね。なんか自分の子供も見とってまだ生きてるのみたいな、妖怪ババアついてちょっと悲しくなっちゃうかも。それはそれでだから程よくバランスいい、まあそんなこと超わがままですけど、近くにいてほしい。みんななんか同じなんか村とか作りたい。なんかそのなんていうの家建てて確かにじゃない。なんか年取るとさなんかやっぱみんな自分の家庭だったりとか自分の人生になってなんかあんまり連絡取らなくなるっていうかさ、本当そうだよね。まあ今の方がね携帯とかあるからね、絶対に10年後とか20年後とかさうちらがなんかピーとか言って本当ここやるってここに出てきてあれミスちゃんそう絶なるよね。対なると思う。絶対なる。だからブラックミラーの世界は本当に起きると思ってる。だって携帯とかこういう液晶画面の携帯とか昔からしたらそういうもんですもんね。そうだね、本当そうだよね。考えられないよね。じゃあ次で最後にします。でも次で最後にしてだから結構来てたのが究極の2択やってほしいって言ってたから次で質問は最後にして究極の2択をちょっとやって終わろうか。でも私たち究極に2択結構似ちゃいそう。これどっちがいい？自分性格いいなと思う瞬間、もしくは他己紹介。何タコショお互いのことを自己紹介する。みちちゃんはこういう子ですみたいな。私は全然相手の方が得意だな。自分性格いいなより。自分性格いいいいななと思う。なんかそのなんかこういう時私性格いいなと思うみたいな。猫に募金してる。あ、そうだそうだ。めっちゃいいやつ。でも確かに私もふるさと納税とか犬助けたりとか、でもそれに対して自分性格いいなって思う？別に思わない。猫可愛いから。そうだよね。絶対そうだ。自分性格いいな。マジで思わないな。ちょっと悪いなとかの方が気になるかも。わかる。今のちょっと自分良くない。わかる。頑張ろうみちちゃんみたいな方が気になるかも。今の良かったなみたいなあんま思わないかも。自分性格いいなってあんまないかも。てか基本性格いいから。わかる。なんか悪くない。みんな性格良くない？なんか性格悪い人ってあんまり最近いない。いない。あんまいない。うちらの周りにいないのか。稀にいるけどね。本当になんかもう
癖があるとかさ、うんどっか悪いところがあるっていうのはあっても、性格が根本悪い人ってなんて言うんだろう、大人になってからかもしれないけど、考え方を悪いって昔言ってたのを自分と合わないに置き換えるようになったから、確かに違うことやってても、うわー私と考え方が違うわって感じかも。そんなにこいつはこれダメだな、ジャッジの仕方をしなくなったかもしれない。人性格悪いっていうよりもなんか平気で嘘つく人がいる。それが真実になってる人がいる。なるほどね。でも自分が言ったことでそれが嘘なんだけど、それをもう信じきってるから、それが真実になってるから別に悪いこと。それって一種のちょっと精神疾患なんだよね。なんかそういう人はたまにいる。でもそれもさ、その人はそれを事実って思ってるわけだから、別に性格も悪くない。そうなんだ。だから性格悪いっていうよりも自分を守りたいがゆえに、やっぱみんなも自分が可愛いから、そりゃそうだよ。だから自分を守りたいがために人を傷つけてしまうっていうけど、それもなんか分かってるんだけどっていう難しいよね、本当に。あったわ、私自分で性格いいって思うとこ。どこ？人の気持ちになって考えられるのを結構自分で、例えば保育園の先生とか、ちょっと今一例はないけどとかぐらいの、なんつうの、その全然プライベートで交わりがない人とかでも、とにかくいい気持ちになってもらいたいとか、この一言かけたら嬉しいだろうなっていうのあるじゃん。自分もこの一言もらって嬉しいっていうのをなるべくかけるようにしたり。確かにあれさ、そういうとこある。なんかそれは性格いいなっていうより、自分それできてるな自分って、なんか褒められる要素っていうか、なんかすごい最悪な日でも一言嬉しいこと言われるとなんかちょっとほころぶっていうかさ、なんかそれを人になるべくしたいなみたいなのを思ってるから、結構アリさんの一言で元気になる時は多い。怒ってんのにすぐ怒るのに。怒ってるのに怒ってるじゃん。怒ってるそういうことじゃない。そういうことね。アリさんによく怒られるんですよ。怒られるんだけど言ってることは正しいの。エマちゃんを守るための。そう正しいんだけど、だからアリさんがポロっていう言葉が本当にそうだなって思うことが多い。で、私見つけた今の話の流れで、私が性格いいなっていうか、楽しい人生って思うのが、基本その一番家から近いコンビニの人とか、毎回配達してくれる人と私すごく仲良くなるの。そう、前住んでたところに60代後半か前半おじいちゃんだったの。で、どうもどうですか今日の天気はみたいな、なんか普通に会話しちゃうの私で、こうだよねとかってなんかで毎回来るとに大丈夫ですか今日はみたいな、なんか普通の会話をしてくれるから、そのおじいちゃんすごい私に優しくしてくれて、なんかその関係性が私すごい好きなの。で、その時もなんか一番近いローソンのお兄さんがいるんだけど、なんかその人といつも毎回すごい会話になるの。で、私がよくなんか買うものとかをなんかレジ横に置いてくれるの。これみたいな。で、優しいみたいな。ありがとうございますみたいな感じだったりとか、なんかその間になんかあって骨が折れちゃったの。で、なんかいつもなんか痛いですみたいな感じでとか、なんかその話を聞いたりとか、あとなんか雪の日とかさ、大変な日とかあるとパッてコーヒーを買って渡すの。飲んでくださいみたいな、ありがとうございますみたいな、なんかそういうなんていうの、人間っぽい会話する好きかも。なんか大事、忘れちゃいけないよね。いつでやっぱり田舎育ちだから、そっか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 、そのネイバーのなんかコミュニティが好きなの私きっと。だからマンションでも別に自分が青山テルマだとしても絶対挨拶するよ。おはようございますみたいな。できるだけなんかバレたら嫌だとかじゃなくて、まあもちろんバレないに越したことはないんだけど、なんかあった時に、けどなんかそういうのは結構なんか大事にしてることが私はなんかすごく人間っぽくて好きなの。そういうことで言うと、私今具体的な自分のここ可愛いよみたいなエピソードマジでないから、だったら人のめっちゃあるよを見つける方が上手かも。だからさっきもうちらだって言ってたじゃん、みちちゃんいい子すぎて変な子引き寄せちゃってるなんていうの、自分を卑下しすぎだから、なんか俯瞰なんかあるとは思うけど、もちろん自分もいいところ俯瞰があんまりできてないのかもしれないな。いいとこけどこういう風に聞かれてさ、考えないとさ、なんか自分のいいやつさとかって話せなくない？でもさ、テルマちゃんので言うと、
私もなんか配達のいつも同じ人じゃん来るうんうん時に必ず「置いといてくださいご苦労様です」って、その「ご苦労様です」の一言があるのとないのとで、あんだけさいろんな配達違うなって思うからなんかそういう一言はかけるようにとかはしてるけど、私もいる時はお水を渡すようにしてます。偉い。それめっちゃ優しい。いやそれも普通にさらっと言うけどめっちゃ優しい。めっちゃ優しいじゃん。温泉水でしょしかも。温泉水ねフリーだからめっちゃいいお水なんだけうんだからそんな感じですかね。ど。人が好きなんだと思う、うちら。いや確かに確かにね。それはある。めっちゃ好き。あと人間らしさを忘れたくないってないかもね。じゃあいいですか最後の企画。うん、はい。究極の2択。恋愛編と普通編をじゃあ 2問ずつぐらい。いっぱいもっとしたい、もっとしたい。いやいや絶対1個ずつぐらい。一個ずつの絶対だって脱線するんだもん。すぐ終わらない。分かったじゃあオッケーオッケーじゃあじゃやってみて。やってみようやってみようサクサクで。うん。これにしよう。はい。初恋の人に再会した時にショックなのは A 既婚者になっていた B 無職引きこもりになっていた。ダントツ B。私も B。どうでもいいもんだって無職だろうが関係ないから。 B。どうでもいいからこそ、私も仕事どうでもいいからこそ、なんて言うんだろう、この普通に人一人として、うまくいってないの大丈夫かなみたいな、しかも自分の知り合いがみたいな感覚で、既婚者だって幸せでいいじゃんみたいな。そうそう、幸せ携よかったじゃんみたいな。関係が続いてる体ってこと？結構もう他人の体か。どういうこと？私も他人の手ですよ。初恋の人に再会した時。私も他人の全然連絡取ってない久しぶりの。だから無職引きこもりに対してなんともへーって思うけど、なんか結婚してるもショックじゃないけど、あ、私の初恋みたいな、もう自分軸全部これ。ごめん。自分軸全然いいんだけど、そのなんか幸せの方が嬉しい。もしじゃあなんか引きこもりでなんか超なんかわーってなってたら、その間に何があったんだろうって気になっちゃうかも。無職引きこもりの状態で再会するってどういうシチュエーションって感じでもあるけど、まあだからもうなんかわかんないけど、確かにってなったらショックになるのか。まあちょっとはさ、なんて言うんだろう、自分が好きになったような人じゃん。それが何かなんか大変なことがあったんだっていう方に引っ張られるかもしれない。結婚してるんだったらまあ結構よかったねだけで終わるけど、無職引きこもりだった。で特にその付き合ってる時にめっちゃ明るくて、待って、これ初恋って幼稚園とかですよ。幼稚園の頃のとかです。幼稚園初恋っての？幼稚園のそんなそういうの初恋ってそうじゃないですか。勝手に好き。だからそもそもショックにならないんだけど。わかる。もうマジ赤の他人ですもん。だったらだけど幸せでいてほしいわ。優しい。どうでもいい人だからこそ。基本なんか基本マジ別れた人でも幸せじゃないとうち嫌だ。いや人によるな、マジ。なんか結構やばい人とかは。だって不幸の方が引きずられちゃうから。けど待って、確かに唯一の一人の元彼のことを想像した時に既婚者になっててもマジなんとも思わねえけど、無職引きこもりになったら確かに心配じゃない、ちょっとなんかそこまでの過程教えてもらっていいってなる。そうってなるじゃん。だから幸せの方がマジそのきっと恋愛してじゃあ自分が本当に好きな人と別れちゃう、振られましたってなったら絶対私の前に幸せになるなよって思う子がほとんどだと思う。なんかなんていうの、やっぱ悔しいじゃん、自分じゃない人と幸せになるなんてって思っちゃうのが最初のアイディアだと思うんだけど、けど絶対長い目で見たら相手が幸せの方が絶対自分も幸せなの。だって邪魔されないから。確かに絶対。私は本当に前の恋人のこと死ぬほどどうでもよくてどっちもいい、なんか考えたこともない。なんか幸せになってほしいなってほしくないとか、いい子は普通に元気で頑張ってほしいって思うけど、元気でいってほしいなぐらい。まあ特に。じゃあちょっとどんな感じ？あとはこれ分かりやすい。浮気不倫をしたら一生隠しておいてほしいは正直に言ってほしい。一生隠しておいて。私も一生隠しておいて。私全然合わない。正直に言いなさい。言ったところで。そうなの。でもなんかだってもう過去じゃん。なんでもうやだ。だって一生知らなかったらないことなんですよ。やだ、あるんだもん。なんで私が知らないの？大前提として絶対にしないでほしいですよ。絶対にしないでほしいけど、してしまったならもうなんて言うんだろう、してないその人に戻れないじゃないですか。だったらその隠すのも愛情だから。そう。だったら袴までだよね、本当に。それも一つの。けどそしたら絶対またするんじゃない？だってさすがにそれはもうだから確かに分かると思う。分かる、そこまでそんなになんて言うんだろう、今考え
えてるのは、じゃあ誠実な恋人のことを想像してて、その人が仮にしてたとしても、こんだけ誠実で私を全く心配してないんだったら、もうこれは隠し通せてるなって思ってて、逆に怖いだって知らないんですよ怖い。でも思うのが、こう言うとじゃあ隠せばいいんでしょって多分思うと思うんですよ。多分アリサちゃんの視聴者そんなになんか男はさかじゃないかもしれないけど、でも隠せないから絶対に、だからするななんですけど、するぐらいだったらもう本当に徹底的になんかスパイとかが使うアプリとか使って、もうそれも絶対になんなら携帯とかをもう会社用とかで私が絶対目に使えないようなところとかで、でもそれって私にバレないように努力をしてるわけじゃないですか。私との関係を壊さないために。なんか浮気の嫌なところってもちろん相手がいるとかも嫌だけど、こっちのことを舐めているっていうことがすごく嫌なんですよ。バカにしているっていう、あと私との関係をそこまでって思ってる。別にけどそんな努力小細工するほど不倫したいんだったら言ってって感じ。ゆでやじゃない。じゃあ言ったらどうなの？絶対別れるけどね。別れない。それじゃあごめんってアリサって、俺ちょっと本当にもうちょっと我慢できなくて、ワンナイスタンしちゃったんだよねって、もうなんかこの世の終わりの被害者みたいな立ち振る舞いする。で着地点はどこ？着地点はめっちゃ精神的に病ませる。私が病むぐらい。でもさ、同じ痛みを味わわせる。なんていうんだよ。なんかさ、アリサちゃんはさ、このトピックにおいて多分特定の相手がいらっしゃるから、だからこの人だったらもう二度としないとかそういうのが分かるわけじゃないですか。でも私って今特定の相手が浮かんでないから、この人だったらこういう立ち振る舞いができるとか、なんかその特定の人として考えられないから、やっぱりなんか難しい。なんか嘘っていうのが無理。なんかまあそれは正直人間わかるわかるよ。だからもう嘘を作ってコンセプトがもう私にはないから。でもしないでほしいです。いやもちろんしないの知ったらもう終わりですって、私からしたら。だから終わりになっちゃうから、続けるにはじゃあ死ぬまで隠してねみたいな。行く前に普通のそこ、まあバーとか出会った女性とそういう関係になるのか、お店に行ってはダメ？やだ。なんか風俗だったらすごい反省する。なんか私の力量不足かっていう。けどそうじゃないんだろうけど、そういう話じゃないっていうのも分かってるけど、違う意味で病んじゃうかも。なんかてかこんなになんか薄っぺらい男を選んじゃったんだって、自分を責めるかも。普通に風俗に行くような男が好きなんだ私って思っちゃうかも。私普通にじゃあその日のバーで出会った女の子よりもお金を払ってる方が私は OK？ いい。まあでもそれは向こうに感情がないから、それはそうかも。なんか感情も全くないじゃん。で本当にお金を払ってるからお仕事でもあるじゃん。だからなんかそっちだったら私まあここから50年ぐらい一緒にいるとするじゃん。まあそういうことあるかもなと思ってる。なんかもうでもこれ究極の話しちゃうとマジ相手次第って感じかな。だし私思うんだけど、結構男性ってやっぱ隠すの下手だと思う。マジ下手。態度とかにも出るじゃないですか。で女性書いてあるじゃん。おでこに不倫しましたみたいなさ書いてあるじゃん。女の子はさ、顔とかに何も態度にも出ないから、私は逆に女の子のような不倫レベルでしてくれ。不倫は嫌だな。でもワンナイトぐらいだったら、男の中でもなかったことにして、もう事実として消滅レベルで、彼も女の子レベルで態度とかも全く変わらないとかだったら、そっちの方がマシ。言ってくるより。私もう抱えきれなくて白状するが一番理想。それを何回もしてくるんですよ。何回もありえないよ。何回もありえないけど、一度の過ちだったら。一個質問いいですか？このじゃあ究極の2択、シチュエーションによって変わるんですけど、金輪際これが最後だったら私は言ってほしいです。でも今後も続くんだったら隠してほしいって感じです。私も一回きりだと思ってます。一回きりだったら言ってほしいです。もう本当に大間違いです。でも一回きりだったら私聞かなくていい。私逆に続くんだったら言ってほしい。別れる。続くんだったらこっちもそれなりの措置を取りますって感じ。いやなしだな。もうどっちにしろ全部別れたい。別れていいってあと普通にさ、なんかさ、例えばマイルズ、私はマイルズで想像しやすいけど、マイルズってさ、私のファンの子たちはみんな知ってるわけじゃん。それとかもアリサちゃんって浮気されてんだっていうのも超きつい。なんかわかる。それ嫌だよね。なんかかわいそうって思われるのが嫌じゃん。そうかわいそうなんだけど、めっちゃかわいそうなんだけど、なんか思われるのなんか嫌だよね。悲しい思いもさせたくないし、ファンにね。
哀れ離れでほしい。いや、わかる。わかる。自分が哀れ惨めっていう立ちそう位置が嫌だよね。けどやっぱ嫌かも、私。普通に。うん。てかわかると思う、私。今の旦那浮気したら。でもね、う私たちもそうなってくると趣旨がわかる。趣旨がもう確かに。確かに。とか言うし。そうか。ごめん。隠すか言うかわかるわ。わかる。絶対わかる。そんなぐらいできちゃってる。ちゃんと見てたらわかる。わかるよ。絶対わかる。見てたらわかる。絶対わかる。私も自信ある。絶対なんかおどおどしてると思う。わかるっしょ、うちの旦那がなんかちょっとおどおどしながらさ、帰ってきて、ああ、みたいな感じで。絶対わかる。じゃあそんな感じでもうね、ごめんね、10時になっちゃった。お風呂入ろう。お風呂入ってシール交換したいと思います。そんな感じで、テルマちゃんとみちゃんありがとう。ありがとうございました。楽しかった。今度3択にしようね。バイバイ。